今回の産業まとめ。20倍高速は夢幻。ちょっと早い 4G レベル。Apple からも見下されたまま。世界で初めて商用 5G サービスを開始した韓国は、加入者数が865万人を超えて契約全体の 10% 以上が 5G サービスに加入しています。韓国政府は当初、現在の LTE 通信の20倍の速度を全国展開すると強調しましたが、それは不可能だという声が通信事業者から上がっています。現在韓国で 5G として使われている周波数帯は 3.5GHz で、これでは LTE の3から4倍程度の速度しか出ません。ミリ波と呼ばれる 28GHz 帯の全国展開について、通信事業者は不可能だと回答したため、政府による巨大な詐欺だという批判の声が上がっています。また、首都圏以外では 5G スマートフォンを購入したのに LTE に接続されることがほとんどだと不満を漏らす人や、5G に接続しているのに速度がほとんど変わらないという苦情も多く聞かれるようです。それなのに高い料金プランしかなく、バッテリーの消耗も早いため何のメリットも感じられないという苦情も多いようです。そのため LTE に契約を戻す人が続出し、それが全体の 6.5% に相当するということです。さらに、最近発表された iPhone 12ですが、韓国では高速な 28GHz 帯をサポートするアンテナが装備されていないモデルが販売されることとなったようです。理由は 28GHz 網が構築されていないからとしています。また、iPhone 12の発売も一時販売国から1週間遅れることとなり、未だに Apple からは差別を受けた状態です。編集所管。今回の概要。日本もひどい 5G 事情。Apple はお金のためにアンテナ削除。未だ故障は故障のまま。日本も 5G サービスインしたと言っても、実際に使える場所はほとんどありません。主要3社も楽天も惨憺たるものです。ドコモなんて少なすぎて地図すら出せない。大半がドコモショップ内。これもほとんど詐欺同然。一番頑張っていそうなのはソフトバンクですが、首都圏でさえ全然お話にならないレベルです。契約者様は本当にお粗末様ですね。お金を取れるレベルじゃないのに。一方で韓国の方は、ソウルでは 70% のカバー率ということです。1年半経ってこれ。地方ともなれば惨憺たる状況のようです。それでも2022年までに全国展開するそうです。まあ、日本も1年半で東京がソウルレベルになるかというと非常に懐疑的です。現状は両国とも人様が想像した 5G サービスインというのと果てしなくかけ離れていますね。なんでも 5G ネットワークの構築費用は 4G の時の3倍以上かかるとのことです。これがファーウェイ機器を使えれば2倍ちょっとだったんでしょうけど、どうせ今年オリンピックが行われたとしても、競技場周辺とプレスルームでしか使えなかっただろうから、来年にはそれよりマシにしてほしいものです。東京の駅周辺で使えるだけピョンチャンよりちょっとマシレベルというのもね。こういう実情があるのに携帯電話料金の値下げをほぼ強要する菅政権もいかがなものかと思います。楽天の努力を無視して料金高止まりとか、ポピュリズム政策だよ。別に楽天を擁護する気はさらさらありませんけどね。まあせいぜい場を荒らして圧力をかけてほしいです。韓国も政府が値下げ圧力を強めているようで、こうした点は日本と同じですね。日本の惨憺たる状況を知ってか、Apple も韓国だけでなく、日本の iPhone 12からもミリ波アンテナを削除するということのようです。別にそのままにしておけばいいものを、少しでもコストを減らしてぼったくりたいらしい。Apple のこういう消費者無視の姿勢は嫌いですね。まあ株主は利益率が上がるから大喜びでしょう。Apple 信者は全員 Apple の株主になった方がいいよ。そうじゃなきゃ B 級信者だね。この勢いだと日本も韓国も、来年発売されるであろう iPhone 13からもミリ波アンテナは削除されることになるでしょう。再来年もかな。どうせ搭載されていてもほとんど使えないからご心配なくというところでしょうか。なのでわざわざ海外版買わなくていいですよ。使える場所を探すと小旅行になりますよ。メディアも 5G サービスが開始されればこうなると散々夢のような話をしましたが、サービス開始から数年後という注釈はほとんどありませんでした。
この調子じゃ 5G を使った自動操縦なんていつの話になることやら。韓国政府と通信事業者がしきりに自慢していた2時間の映画が2秒でダウンロードできるっていうのは一体何なんでしょうね。4K 時代にまさか DVD 画質の映画をダウンロードするってことじゃないでしょ。記事にあったように、速度もそれほど変わらず、カバー率も低く、端末も高めでバッテリー消費も早い。これはもうオタクの享楽でしかありません。日本も韓国も、今のところ完全な誇張にまみれた状況ですね。5G は知ってますよ。早いんですよね。多少ね。多少。今のところ理論値では 4G の2倍から3倍程度だそうで。あれ ?100 倍は ?20 倍？無理無理。そういう情報が蔓延しているから誤解ばかり招くんですよ。じゃあ3倍とかなの？大したことないんじゃない？契約した人はがっかりしてるでしょうね。宣伝の誇張が激しかっただけに。じゃあ家のプロバイダやめたらやばいですか？やばいよ。失敗するよ。私はいつから 5G になる？5年後とかじゃない？格安 SIM でしょ。はい。外でそんなに使わないし、スピードも普通くらいで十分です。通勤で動画見たりしなければみんなそんなもんでしょ。あと、家で有線のプロバイダ契約してない人は大容量が必要なんでしょうね。家で契約してなかったらかえってお金かかったりしません？私はそう思うけど、あまり家にいない人はいらないのかもね。帰ってきて寝るだけとか。でもコロナでお家にいる方が多いんじゃ？まあ、どうあれ 5G になっても携帯通信企業のサービスだけで済むってわけには当分ならないだろうね。5G になっても上りの速度はそれほど変わらないから、動画投稿する人は有線に頼らざるを得ないでしょうし。上りってアップロード？そう。理論値でも 130Mbps くらいだから、全然速度出ないね。よくわかんないけど。結局 5G は今のところほとんど使えないってことでいいですか？もう2年3年はお話にならないということでしょうね。首都圏でも2年くらいはかかるんじゃないかな。なんか本当に誇張ばっかりですね。誰のせいですか？メディアが暴走して騒いだからじゃない。それを引用して騒いだネットのゴミ情報提供者と。私は早くなってもどうせすることないからいいけど。散々騒いで、今度はボコボコにけなして騒いで。これが今時の盛り上げ方ってこと？疲れるだけだけどね。私は騒ぎにも入れませんでしたけどね。情報収集してないからでしょ。情報収集は初コマで十分です。おかしいよ、それ。いや、Amazon プライムデーは忙しかったですよ。何買ったんですか？ Amazon の Fire タブレット。検証用で仕事で使うんだって。だってって自分で買ったんじゃないの？検証する人に渡した。だからよく知らない。買わされてんじゃん。白雪さんは何か買った？靴と、プロテインと、イヤホン買いました。変なものばかり買ってるね。お買い得でしたよ。私は他には USB メモリと Bluetooth のドングル。ドングルって？ PC の USB に挿す方の送受信機。変なの。相変わらずオタクだね。っていうかプライムデーに買うもの？そっちこそ。でも、安かったかどうかはよくわからない。普段の値段知らないから。何か、PC とかスマホ関連とか家電は怪しい商品だらけでしたね。中国企業がゴミを大量に出してましたね。まあ、この分野は Amazon 自体がゴミの巣窟だけど。チャイナデイみたいな感じでした。イヤホンはゴミ買ったんじゃないの？いっぱい出てたよ。紹介してもらった記事の中からそこそこの高級品を買ってしまいました。そんなのいる？音楽聴くの？最近ちょっとね、電車の中だけだけど。いくら？ 30% オフクーポンで7000円。高っ。3000円くらいであるでしょ。ちょっと魔が差した。あ、そういえば紹介したよね。5000円以下製品の比較記事。結局1万円以下のを見ました。散財しまくりじゃん。どうするのよ。それ言っちゃダメ。そのうち白雪さん、浪費癖で Google の検索候補に出てくるよ。そこまでメジャーじゃないから大丈夫。でもゆるりんパパにバレるね。
Apple Watch はもうバレてるからね。高いの買ったんだねって言ってたよ。ひえー、また節約します。どうにかしないとだよね。